ついに来たか。来ましたね、極限の頂点が。というわけで、こんちは。ギルクエ、極限ディアブロス攻略、始めてまいります。内容はクエやるだけでシンプルなものですが、相手が相手なんで少し前語りしますね。例に漏れず、ギルクエのディアは136から極限化する。極限といえば、4G の理不尽要素の筆頭だが、ディアブロスは、その中でもトップクラスの理不尽さを持つ、G オーガと並んで二大巨頭と言えるね。具体的な部分は後の狩猟パートでわかると思いますが、とにかくヤバい要素てんこ盛りとなっています。大ローデンの通常クエストなら割と押し切れちゃいますが、ギルクエ個体となると話は別です。体力とひるみ耐性が上がるから、しっかり向き合って攻略しないといけないのよね。136以上のディアブロスは 4G 内で最強レベルだ。極限中、じゃなくてゲーム全体でね。シリーズでもかなり難度が高い作品ですが、それのトップといえばヤバさは伝わるでしょうか。で、じゃあなんでわざわざソロで挑むかといえば、当然、報酬目当てですね。その見た目から人気が高い発掘ディアルテミス。これはディア原種カゴマからしか掘れないんだ。報酬システムの関係で実質狩猟ならディア一択。厳選の様子は先週の動画でやってるぞ。ゴマは置いといて、ディアつながり、なんでしょうかね。これは考えても仕方ないですが。もちろん腕試しの面もあります。純粋にソロでやってみたかったんですね。ギルクエでディアやった記憶は数えるほどしかない。マルチでは探そうともしてなかったし。やるにしても斧以外は掘る意味なかったから、その点純粋に楽しみではあるんだよな。怖いもの見たさって表現が正しいかもですがね。ともかく、ギルクエ極限ディアとはこういうものです。よし、それじゃあ狩猟パートやっていこう。装備はこんな感じだ。ペタンに極限生命を積んでます。育成中はこれが役立ってましたので、その延長。今回はほぼ初見の反応として、136初挑戦の模様です。大ローデンクエで予習だけはしましたが。最初に言っておくと、総中魂はおすすめしない。極限ディアとの相性はかなり悪いと思う。ディアブロス自体との相性はいいんだけど、エキスの使用とリーチの長さがことごとく噛み合わない。一応、極限中も3色を取ることは可能です。極限では珍しいモンスター。が、代々はほぼ取れないと思っていいです。何せ背中しか対応してませんので。赤も、頭はダメで角にしか反応しないからね。突進読みで置くくらいしか取る方法がないぜ。で、一番問題なのが極限中の追加行動だ。アシュやモノブロ系のモーションを使うんだが。そのほぼ全てが遅延行為になってるんですよね。先行に突進、どれも防戦を強要されます。それでいて、大技はどれも特大ダメージ。生き残るだけでも大変です。今のは、ディアーシュの飛び出し、突進のコンボか。折り返しの時は全身が攻撃判定の塊だ。ディアの起源次第では3色どころじゃない。一発攻撃入れるだけで難しくなるぞ。で、いざ攻撃に移ると、ここで総中魂のリーチ問題が出ます。とにかくよく弾かれるんですよね。攻撃できるのは足と背中と尻尾だけなんですが、弾かれ部位にめちゃくちゃ吸われます。とにかく進撃の時間が足りないよ。エキス揃えるだけで精一杯なんだよな。極限1回目なら解除値の低さでなんとかなるんだが、2回目以降、マジモンの地獄だからお楽しみに。さて、そうこうしてたら解除入りましたね。ここでどれだけ崩れるかが鍵です。ひたすら腹下でボタン連打すれば OK。極限生命が輝きますよ。足元にいると削りダメめっちゃ食らうんだよね。これを生命がかなりカバーしてくれるぞ。135までですらエキス時間が惜しかったから、回復にリソース割かなくていいのは大きかったな。回復動作だけでなく、脳のリソースも取られますからね。死ぬのが一番心に苦しい。腹下にいると弱点が殴れるのはもちろん、副産物で転倒もついてきます。転倒中はダメージと大々を取るチャンスだ。通常ディアでも大々は集めにくい。生命のクールタイム消費にもなるし、ちょこちょこ足を狙っておくのは有効だ。極限中も足ダウン取れれば大きいですからね。一石二鳥です。あとは、スキル面も触れておきましょうかね。とりあえず必須なのは高級耳栓と挑戦者でしょうか。こんなら弱徳より挑戦者だろうね。極限中は腹殴れないし。極限で尻尾を殴れるなら弱徳でいいんだけど、今のところ安定して殴れそうな感じはしないな。威嚇中くらいしか狙えそうにないんですよね。意外にこんなリーチでも好かりやすかったです。それと、例によって回避性能もおすすめ。ある程度の無理が効きます。尻尾攻撃を避けつつ近づいて腹を殴るとかね。攻防両面で役立ってた。その他、技物や攻撃スキルを積めば、とりあえず周回用装備としてはいいだろう。ぶっちゃけ、どんだけ揃えても極限はきついですからね。あくまで通常時をより有利にしようって感じ。通常時は先行玉もガンガンに使いましょう。原種はとにかく突進を連打してきます。これも遅延行為になるからな。どんだけこいつに付き合わないといけんのだ。
先行中は腹下で殴り放題だ。噛みつきの尻尾削りは生命でカバーしよう。腹を殴る際はなるべく足より前側に出ましょう。腹68、尻尾50と結構ダメージに差が出ます。さ、そろそろですかね。先行が解除されて。来たな、最初の最極限だ。ここから難易度がさらに上がるぞ。3色揃ってるから対象を使いたいが、再使用までもうちょいかかるか。ここからエリチェンも考慮に入れる必要があります。下ると解除直後に移動されることが。このクエ、砂掛け紫と構成は微妙なので、1エリアでなるべく削っておきたいですね。つってもまあ、お祈り要素強いからねこいつ。いかに時間稼ぎされないかの勝負だ。この収録の後140まで育てたんだけど、現時点では全く安定しそうな感じがしないわ。この子も慣れたらマシになるんでしょうか。かなり不安です。極限中に転倒が取れると非常に美味しい。尻尾を殴れる貴重な機会です。尻尾はなるべく先の方を狙おうね。腹の判定が思ったより強いからよく座れるぞ。転倒の回数はタイムにかなり影響する。連続で取れると解除がぐっと近づくね。まあ、結構殴らないといけませんがね。肉質マイナス5が効いてます。エキスが切れそうですね。進撃が続いてる間に再度揃いたいが。せめて赤だけは取っておきたいよね。小うどん次第では白だけでもたつく羽になる。砂であれば段差を生かすとエキスが取れやすい。段下にディアがいると角や背が直接狙えるね。どちらも V の判定は非常にシビアです。よく狙って虫を飛ばしましょう。合流石も適当に使うのは良くないと思います。せめて赤白が揃ってから使いたいです。身体はどうしても再使用に間が空いちゃうからね。交代が使える武器ならいいんだが。136以上では、とにかく極限状態だけを見据えて立ち回ろう。通常時はボーナスタイムくらいの勢いで。映像でどのくらい伝わってるかわかりませんが、極限ディア君は本当に相手のターンが長いです。エキス一部いてるのも攻撃一発入れるのも難しい。理不尽のナンバーワンは硬いなと改めて思っております。オーガも弾かれ V やピンク玉の要素はあるけど、殴ること自体は簡単だからな。その点、ディアは物理的に何もできない時間が多い。そのくせ弱点が殴れないから、そりゃ大変だわな。ずっとマジかって言いながらプレイしてました。もうドン引きでしたよ。彼をソロ狩猟できれば大抵のモンスターはいけるでしょう。4G に限らず、モンハン前作通してです。これの後にアッシュやると、両モンすぎて涙が出てくるぜ。腹に弾かれるだけでこんな違うもんなんだな。ちょっと攻撃つなげようとするとこの通り、やっぱあかんでしょこの強制弾かれとかいう要素。改めて極限のストレスを食らってますね。このままなら 4G から出してはいけませんね。さあ、舞台は変わって紫に来たぞ。ここの攻防もまあ大変だ。説明不要の悪地形。広場があるとはいえ、戦いづらいことには変わりないです。地味に困るのが砂みたく分かりやすい段がないこと。あれ、エキス採取でたまに役立つんですよね。紫にも段差はあるが、なんていうか質が悪いよな。ただデコボコしてて邪魔なだけだ。北側には少し流差もあるから、なかなか追いかけづらい。極限の遅延が加速するぜ。紫のヤバさも久々に実感してる気がします。砂とは比較にならない悪マップですね。この回の戦闘はちょっと非極限舐めてますね。もっと先行使わないといけません。通常時の減種って本当に突進しかしねえからな。動き止めねえとこっちもなかなかやばい。こうして足元悪い方に打って方向して、さらに潜ってくる遅延コンボを披露してくれるぜ。貴重なエキスと解除時間が失われていきます。ギルクエディアの本領発揮って感じです。団体で体力も多いので極限回数が多くなります。やはり2等クエでないと辛いか。まあ、いいと思って手に入るもんでもないしな。しばらくはこのクエでこの化け物になれよう。そういえば、このクエの探索会で何人かコメントくれたけど、ディアはお宝だけ掘ってる人も多いみたいね。実際、効率考えればそれが一番だと思いますよ。ソロであえて狩る相手ではないです。というか、我々も自爆マラソン考慮して選んでますから、いずれゴール武器探索シリーズでも使いたいです。本来はアルテミスのゴールを手に入れるのが目的だからな。報酬はしっかり狙っていこう。ただ、極限ディアちゃんと攻略したいとも思うんだよな。裏で140相手に試行錯誤してるよ。今のとこ、体験、邪悪、総中魂でクリア済みで、双剣は試したけどボツにしましたね。足を殴るから極限でもやりやすいかと思いましたが、突進連さんが普通に弾かれて草でした。攻撃が持続するタイプのモーションも相性悪いね。足の周り、弾かれ部位の塊だからなこいつ。上質でごまかすチャークか、尾が狙える体験か、どれもしっくりきてないんだよな。まずモーションを感覚でさばけるようにしたいですね。武器種も一緒に試していきつつ。先ほどはコンが相性悪いと言いましたが、最適化していけば評価は変わるかも。エキスが揃ってれば頑張れるからな。もうちょい諦めず試してみようかね。なんか、こういう強敵久しぶりだから楽しんでるかも。
プレイ中は発狂しまくってるけど、やり終えて報酬見るとモチベ湧くんですよね。これが樹海の亡霊の坂なのか。そして極限の解除に成功しましたね。再々局は比較的うまくいきました。さっきも言ったけど、極限中は転倒1回がかなりでかい。これで動きを封じつつ、ダメージも解除値も稼げる。逆に言うと、何かきっかけがないと始まらないんだよな。エキスも石も切れてたりするとね。石が切れたら隣のエリアでおとなしく待つのも手。というか、ソロで進撃必要な武器はそれでいいです。進撃なしだとうかつに攻撃するだけでリスクになります。弾かれて一撃食らうと体力すぐなくなりますから。即死はないけど、2発耐えられない攻撃ばかりだね。どんどん回復アイテムが減っていくぞ。通常時も油断は全くできない。ゴリ押しは先行中だけにしよう。突進は足の間がアンチではありますが、この判定が結構シビアなんですよね。ディア君は気絶値が全体的に高めに設定されてて、連続で食らうとすぐピヨってしまいます。極限が辛いから通常時で削りたくなるんだけどね。言うてギルクエ個体だから、ステータスは高いぞ。この辺とか焦りすぎだね。ショータル置いとけよ。10張りに入ってちょっと余裕がなくなってきましたか。この辺が一番辛い時間帯です。先行の拘束時間もどんどん短くなります。ここまでで削れてないと最後はもっと厳しい。こんならノリを狙ってもいいかもな。エキス状況と相談になるな。さあ、また潜ったが。またエリア1に戻りましたね。急ぎましょう。お、マジか寝てるじゃん。今で15分ちょいくらいか。まあまあ、常識的な範囲内で収まりそうですね。20分以上覚悟してたんですけど。とはいえ最後まで油断は禁物。3色ない状態で最極限が入ります。これを見ると捕獲セットが欲しくなるが、さすがに状況が限定的すぎるかな。極限のまま寝ることも全然あるから、持て余し気味になりそうだ。それに、アイテムカッツカツですからね。先行は超合分まで入れております。アップね、今の超死にそうだったな。段差なかったら当たってたぞ。ちなみに、裏でもこういうシチュエーション全然あります。死ぬときマジで一瞬ですからね。気を抜くなってのも難しい話ですが、本当に1秒も隙がありません。体力少ないと分かってるからもどかしい。極限ディアはあとちょっとが遠いな。よし、3色ちゃんと揃ったぞ。このまま決めきろう。最後に威嚇でもしてくれれば楽なんですが、ディア君の機嫌はどうでしょう。しかし、本当に遅延行為が多いですね。体力はそこまでないはずなんですが。角粒子の特徴といえば聞こえはいいが。よっしゃ、やっと終わった。ギルクエディア原種ソロクリアだ。タイムは17分10秒でした。結局、休眠から2分くらい戦ってましたね。140を回してても136との差は感じません。これを一つ指標としていいでしょう。タイムが全く安定してないのが今の悩みだ。まだ5回くらいしかやってないけどね。そのうちまた企画で使おうとは思ってるけど、安定するまでだいぶかかりそうだ。とりあえず今はクリアしたということでいいでしょう。重要なのは報酬ですよ。ルテミスくんなしか。今後のお楽しみだね。ちなみに、裏ではちゃんとレア銃のルテミスも見れています。性能はもちろんお察しですが。でも、邪悪のレア銃自体久々に見れてる気がする。今後掘るのが楽しみだぜ。というわけでギルクエ極限ディアの攻略会でした。いや、なんか色々複雑な心境だわ。新鮮やら辛いやらワクワクするやら、とんでもない相手でしたね。ただ、戦闘のストレス要素は間違いなく極限1でした。ジンオウガも大概ですがそれ以上ですね。140だと拮抗してるけど、それでもディアのが上かな。ジンの体力を考慮しても、ディアの遅延具合がやばい。そして、いざ地上に出れば鉄壁の守りに超攻撃力。まさしく悪魔の名にふさわしいね。これからはこの悪魔の研究のターンですかね。ずっと自爆マラソンしてるのもなんなので。クエスト自体の質はそこそこなので、じっくり練習するとしましょう。まあそうね。そん中でポロッといいルテミスが出れば最高だしな。いつかディアルテミスでディア狩りもやってみたい。だから早く強いやつ出てくれ。なんだかんだ厳選してよかったですね。茨の道ですが引き続き頑張りましょう。そうね、確かに理不尽だがどうにもできないほどじゃない。現役勢として安定させてみせよう。ほいじゃ、次の動画で。またね。